陸流の引退発表を受けて、今こそ見返したい名場面があります。2019年のメダリストオンアイス。まだ結成から間もない頃の陸流です。この映像で起きたのは、まさかの足元のハプニング。演技の途中で何が起きたのと思うような異変が走ります。でも、そこで空気が壊れない。特に印象的なのは、木原龍一選手の冷静な対応です。そして、このペコリ、ただ驚くのではなく、その場で状況を受け止めて、演技をつなごうとする、小さな仕草に、陸流の人柄がにじみます。慌てて全てが崩れるのではなく、その一瞬の中に、陸流らしい落ち着きと、お互いを信じる強さが見えてきます。派手な感動シーンではないかもしれません。けれど、こういう予想外の瞬間にこそ、本当の信頼関係や、何があっても崩れないペアの強さは、現れるのだと思います。2019年のこの時は、まだ今の陸流になる前。それでもこの頃から、すでに二人の間には、後に世界の頂点へつながっていく空気が流れていることを、解説者の村上佳菜子さんも未来予測しています。引退。そして陸流ロスの今。こうした見返したくなる一瞬は、とても大切な名場面に見えてきます。そんな、陸流の絆が詰まった映像です。それでは、ご覧ください。日本に新たなペアの誕生です。三浦璃来、木原龍一組。村上さん、はい、オリンピックに出場経験のある木原がですね、はい、世界ジュニア出場経験のある三浦を率いて、
世界に挑むことになりますね。そうですね。本当にシングルと違って2人の相性が合わないと怪我などにつながってしまう競技だと思うんですね、やはりペアというものは。ただ4ヶ月でこれだけ息が合ってる、で今回のこのプログラムも途中でちょっとハプニングがあったんですがとっさにこう対応して、そこからまたぴったしの息ではい、ステップもやっていたので、ここからが本当に楽しみだなというふうに思いましたそうね。ですね。4ヶ月でこれだけのペアワークですから、はい、そう考えますと世界選手権の舞台までにどれだけまたさらにはい2人のユニゾンが合ってくるのか。そうですね、ねもう本当にこの2人で日本のペア界を盛り上げていただきたいなというふうに思います。そうですね、はい、担当の大石コーチもこの2人の伸びしろに太鼓判をしています。三浦璃来、木原龍一組、国際舞台へ2人で挑戦です。新たに誕生した素敵なペアの演技、もう少し見たいですよね。三浦璃来、木原龍一組でした。日本ペア史上初のオリンピック金メダルまでたどり着いた。その大きな物語の始まりは、まだ本当にできたばかりのペアだった。この2019年にありました。三浦璃来選手と木原龍一選手のペア結成が発表されたのは2019年8月5日。木原選手自身もその時点で北京オリンピックを目指して三浦選手と練習に励みたいと語っていました。そして、結成からわずか数ヶ月後に行われた11月の NHK 杯では5位。当時としては大きな手応えをつかんだ大会で、後に語られる陸流の相性の良さが少しずつ形になり始めていた時期でもありました。フリー当日の朝、うまくいかずに落ち込んでいた三浦選手を木原選手が朝食に誘い、あえてスケートと関係ない話を続けた。そんなエピソードも、この頃の2人を象徴しています。そして迎えた、2019年12月の全日本選手権。陸流はペアで唯一の出場でしたが、ショートでの2度の転倒をフリーでは立て直し、全日本優勝をつかみ、世界選手権と四大陸選手権の代表にも選ばれました。その熱気のまま、全日本翌日の12月23日に行われたのが、このメダリストオンアイス2019。全日本を戦い抜いたトップスケーターたちが集まる特別な一夜です。まだ完成形ではない。でも、後の世界王者になる2人が同じ方向を向いて滑り始めていた。この映像には、そんな原点の輝きが確かに残っています。この後、陸流は2020年2月の四大陸で8位に入りますが、その後3月の世界選手権以後の主要大会はすべて新型コロナの影響により約1年間にわたって全面中止となってしまいます。それでも歩みは止めず、2023年に世界の頂点へ、2026年にはオリンピックの頂点へ。そして、2026年4月17日、2人は現役引退を発表しました。だからこそ、この2019年のメダリストオンアイスは、ただの懐かしい映像ではありません。陸流という奇跡が、
確かにここから始まっていた。そう感じさせてくれる、かけがえのない一場面です。りくりゅうのお二人、今まで感動を、ありがとうございました。